皆さん、こんにちは。スティーブ・テキテルのスティーブです。アメリカ人です。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。一般のアメリカ人として、私以外、他のアメリカ人から日本を見て、どういうふうに思うのか、どういうイメージがあるのか、どういうふうに思われているのか、などのことに関しては気になったことは一度でもありませんか？日本大好きなスティーブとして、今日それについてオープンに、お話をさせていただきたいなと思います。生まれた70年代の日本のイメージ、アメリカ人から見ると、チープなものしか作られないもの。なんだこのチープな車。道具もその時メイドインジャパンというものが安物として思われてたアメリカの70年代。80年代に入ってから少しずつ変わったと思うんです。多分80年代の後半からは特に影響があったと思うんですが、80年代といえば日本に対する一般のアメリカのイメージはなんだ国はっていう部分もあったと思う。驚いたところがあると思います。電気製品、車、アメリカの不動産まで日本人に買収されたりする時代の日本。不思議な国だと。ソニーウォークマンも80年代に生まれたものですよね。すごい影響ありました、アメリカに。でも、まだ不思議な部分はあったと思いますよね。どうなってるのか。この小さな国がかなり大きく動いてるのは驚くところだったと思います。それを少し80年代から90年代にアメリカの一部の人の中ではなんだこの日本はもう邪魔しているんだっていう特に車の産業とかに、当時もね、あれは何年だったんだろう、80何年とか90何年とかもね、日本車は嫌だとか、日本車に火をつけられたりする時もあったんですよね。覚えてますよ。覚えてます。でもね、ほん少しの一部だと思うんですよね。それはその時のアメリカ。でも驚いたことだと思う。自分たちの日本に勝てる車を作れなかったアメリカも、いろいろ政治的な話は一切、あんまりしないことにしているので、それ以上は言わないんですが、その時もありましたよね。で、88年から大学生になりました。大学に入って、90年代から、ちょうど1990年から日本語の勉強を始めたんです。その時はもっと日本についていろいろ自分にももちろん勉強になったことと、周りは日本についてどう思われているのかっていうことを大きく変わった90年代だなと思います。すごいものを作ってる。もうソニーとか日本のパナソニック、東芝、日立などなど、日本の有名なメーカーのものを持つこと一つの威張ることのあったんですよね。レクサス生まれたの90年代だったんじゃないでしょうか。ね、アメリカでレクサスを持つことがえらいもう威張って人に見せてやるって自分のレクサス新しいのもあったんですよね。日本のブランドイコールステータス。日本の会社とのやり取りのある普通の会社の社員。もしかして自分の会社も日本の会社に合併、買収されたりすることのあった90年代。その時からはね、多分大きく変わったのは日本人のイメージ。金持ちだというイメージがあったと思うんですよね。えらいお金持ってるんじゃないかって日本人は観光客で、もう大勢に日本から来た観光客、いいもの着てる、いいカメラを持っている、一番かっこいいもの、ね、いい服とかブランドものでもね、興味も持って買って、すごいなと思った。そういうイメージだったんですよね。あとはアメリカ人はやっぱり日本の文化にものすごく興味持ってる人が多いなと思いました。自分はちょっと以前にもの動画にも言ったことは、あるんですが、自分はビジネスに興味ありました。これから急成長の日本にその波に乗りたくて、それできるように日本語も勉強し始めたんですが、同じクラスの中にいた人たちが漫画、アニメ、当時はもうゲームとかのこともあったかな。でも漫画とかああいう日本の文化、コアな文化に興味があって日本語を覚えたいっていう方がほとんどでしたよね。90年代。いい時。自分も初めて日本に行った時。自分は見たことないような車。アメリカにないような日本車の多い日本。
があって、自分にとっては本当にもう目がパーッとこう開いた、時でしたよね、90年代。ね。本当に日本にはすごいいい人が多い。日本人は優しい、細かい、何をやってもこだわってこう作るものをやる。真面目、マニュアル通りものをことをやる。まあ、ずいぶんアメリカ人と違うなということを気づいた90年代でしたよね。2000年代。2000年代はまたさらに、人気になった。さらにもっとこう、特にアニメ、多分ゲームなども。まあ自分には今22歳の息子がいるから、2000年にちょうど辰年として、生まれたあっちゃんって言うんですけど、以前の動画にもいっぱいあるからよかったらぜひ見てみてください。まあお父さんとしての2000年代というのもあったんですが、日本によく連れてたり、あれしたりっていう中でも、自分の周りの日本に行ったことない人たちからちょこちょこ、こういろんな人から、スティーブさん日本に行ってみたいな。日本に行ってきたよ。自分も日本にすごい興味がある。日本語を勉強したいなっていうのは若い人からこういつもこう耳に入ってきて、周りの人たちがこう日本語を喋れるっていう、日本はすごいいいところだと。ゲーム好きが多かったかな。アニメ好きも多かったかな。必ず日本車大好きな人も何代目の日本車を持ってるとかって威張って言う人もあった。日本のものが世界一のもの。日本人は優しい。日本食、寿司っていうすごい人気にどんどん流れ、90年代から2000年代に人気が出た寿司。で、寿司大好きとか、スティーブは寿司食べたいとか。で、寿司をこうわざわざスティーブが日本から帰ってきたスティーブに自分の中ではナンバーワン、一番美味しい寿司屋をわざわざ提供して、日本は大好き。で、その寿司屋に行ったら、そこの日本人のマスターとの間のコミュニケーションとか、どうしてもスティーブに喋ってほしい。日本を大好き。もうその人たちから見ると、日本は面白いところ、美味しいもののあるところ、あと健康的だということも思われてます。以前の動画で日本食がジャンクフードしか食べなかったアメリカ人として日本料理と知るようになって食べれるようになってすごい健康的だ。変なものでも健康的なものとして思われていると思います。ラーメン。ね、日本人はって言ってる人多いかもしれないんだけど、野菜がいっぱいある、もやしがある、チャーシューとかこうある、スープというものがアメリカ人の頭の中ではいいものとして思われているので、日本のスープなら最高にいいものとして思われているでしょう。デジタル化になった2000年代。多分日本語をもっと勉強しようと思った。日本の若い時からアニメの影響されて日本語を勉強しようと思ったアメリカ人が増えたんだろうと思いますよね。その2000年代。2010年代に入って、まあ自分なりのことなんですが、他のアメリカ人にも感じていると思うんですが、日本人の姿がどっかにちょっと消えてしまった部分もあるんじゃないのかなというふうに思います。自分の YouTube チャンネルもそのあたり、ちょっとその後のあたりに始まった時から一つのきっかけはこう車のイベントにいても日本車の多い中では日本人は一人もいない。どこにいたんだろう。多い。まだカリフォルニアのロサンゼルスにたくさん日本人がいるはずなのに、車のイベントにいても一人も見かけない。日本語も聞こえてこない。不思議だなと思った2010年代でしたよね。相変わらずアニメ、ゲームなどの日本のカルチャー、多分 J-POP などもね、2000年代から2010年代にちょこちょこ入ってきたんだけど、でもそれ言いながら、日本人の存在、アメリカでは、がちょっとこう90年代、80年代の終わりと比べると、かなりなんか薄くなったようなイメージがありますよね。まあ経済的にね、90年代あたりからバブル弾けてからね、少しずつこう経済的にはダウンの部分はあるんだけれども、アメリカではまだ元気でやってるある中ではちょっとこうそういうイメージがあります。2010年代から今の2020年代に入ってまあ大きく変わったのは残念ながら日本に行けなくなった日本好きなアメリカ人。
私に、こう、よく、周りに、最近となって自分は一番年上として、自分の周りがみんな若いんだけど、日本に行きたい。このコロナが終わったら日本に行きたい。日本に行こうとしたんだけど行けなくなったとかって、そういう話が多いですよ。で、オンラインでこう日本の番組とかを見たり、あれしたりするしかない中では、面白いのは、英語の吹き替えとか、英語のこう字幕とかのあるやつもあるんだけど、日本語のままでは見てる人もいます。日本語わかんなくても、その方が面白い。その方がなんか、本当の意味とかが伝わるとか、言葉までわかんなくてもその声が、声優さんの声が日本らしいというところもあるんで、私以上に本当に詳しい、いろんな細かいところに詳しいアメリカ人もいます。日本好きだっていう証拠ですよね。普通のアメリカ人から見ると日本好き、いいイメージが今でもある。2020年代に入ったんですが、2010年代から今現在まで、かけていいイメージある。悪く聞こえてくることはマジでないです。年上の方だろうが、若い人だろうが、幅広く、日本っていう国のこう話になると、日本人のいう話になると、いいことしか聞こえてこないです。マジです。で、それも嬉しく感じます。日本好きなアメリカ人として、日本の良さをなるべくアメリカ人に伝わるように、動画をも作ったりしているんです。日本の良さがまだいっぱいあるんです。まだ見習わなきゃいけないところはアメリカ人としていっぱいあると思う。日本人も多分アメリカを見て見習ってこれからのために、お互いのために、世界の平和のためにも、サムズアップのためにも、前向きにうまくやっていけるように、昔この多分70年代から見てるからこそ、こういうのは考えたことあります。言ったことあるのかな。アメリカプラス日本ね、足して割る2でするとちょうどいい国ができるんじゃないのかな。すごくいいところです。人間も国も全てが最高にいいと思います。続けてこれからも日本はすごいアメリカ人の中で評価されると思います。私は少しでもその架け橋的な存在もうできるように頑張りたいと思います。普通にまたね、日本に行けるようになったら、間違いなくアメリカからすぐにシャッといっぱい行くと思うので、いい人が行きます。日本大好きな人が行くので、ご安心ください。楽しみに行くので、本当にそういう時代ですよね、2020年代っていうのは。こういうオフストックとか自分の考えていること、自分の人生の経験などをオープンに話するのはなんか楽しいなーっていう見て、ぜひコメントも残してください。そしていつも忘れるから、言っときますが、まず一つは知らせはポッドキャスト。英語版のポッドキャスト始まりました。英語版なので、下の説明欄にリンクあるので、ぜひダウンロードしてみてください。英語の勉強になります。約1時間ほどのエピソードを2週間に一遍アップしているので、ぜひダウンロードして、聞いてみてください。いい勉強になります。ダウンロードしたらぜひ、サムズアップでも残しておいてくださいね。そして、stevepob.jp と Amazon Japan に Steve 的視点の商品あります。1枚だけでもご購入していただけるなら、この1枚をお勧め、したいと思います。サムズアップ。これは何も言わなくても、これと笑顔でどこでも行けると思います。やっていけると思います。アメリカも日本もこんな感じでポジティブにやっていきましょう。チャンネル登録といいねをぜひ入れておいてください。そして今度のトークもお楽しみに。いいアイディアとコメントなどをぜひ下に残してくださいね。これからもよろしくお願いします。いつも日々前進、前向きに、サムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いします。